今日はヨーグルトスコーンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はヨーグルトスコーンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、たったの材料3つで作れる簡単なヨーグルトスコーンを作っていきたいと思います。作り方はね、もう混ぜて焼くだけなのですごく簡単です。さらにですね、今回はヨーグルトスコーンにぴったりないちごジャムの作り方もご紹介していきます。こちらはですね、電子レンジで作ることができるのですごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、無糖ヨーグルト、無塩バター、こちらの3つの材料で作っていきます。まずヨーグルトなんですけれども、こちらは無糖のヨーグルトを使ってください。そして水切りに関しましては、水切りはなしでこのまま使ってください。そしてバターですね、こちらは無塩バターです。もし無塩バターがない場合はサラダ油を使ってください。その場合は同じ量を入れていただけたらと思います。それでは続いていちごジャムの材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍いちご、グラニュー糖、レモン汁、こちらの3つの材料で作っていきます。今回はね、いちごを使っていくんですが、こちらはお好みのフルーツで作っても大丈夫です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにいちごジャムから作っていきます。まずね、耐熱のボウルに冷凍いちごを入れてください。ボウルの大きさなんですが、小さいものでやってしまうとレンジで加熱した時に溢れ出てしまう時があるので、少し余裕を持った大きめのボウルを使うようにしてください。そしてここにグラニュー糖です。あとはレモン汁を入れます。そうしましたら一度ね、混ぜましょう。はい、このようにざっと混ぜてください。それではここにふんわりラップをかけます。そしてこのように1箇所空気の出入り口を作っておいてください。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。こちらラップを取り外します。今ね、いちごが解凍された状態です。そしたらフォークなどを使っていちごを潰してください。この時にまだいちごの解凍が終わってない場合はもう少し加熱してみてください。このように潰します。そしたら先ほどのラップをもう一度かけます。また同じようにね、空気の出入り口を作ってください。そうしましたら今度は電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、今1分加熱しました。そしたらラップを外します。加熱してるとね、結構このいちごはブクブクし始めるので、吹きこぼれだけには注意してください。そしたらね、こうやって見ていただくと分かると思うんですが、ちょっとね、白っぽい泡が出てきます。この泡っぽい部分はスプーンを使って取り除いてください。はい、 OK です。そしたら一度よく混ぜましょう。今ね、まだシャバシャバの状態です。これをもう一度加熱して水分を飛ばします。で、今度はね、水分を飛ばすのでラップをせずに加熱していきます。電子レンジ 600W で2分から3分加熱します。その間ですね、いちごが溢れ出ないようにだけ注意しながら加熱してください。はい、今3分温めました。そしたらよく混ぜます。このようにね、先ほどよりもとろみがついた状態になります。これでいちごジャムの完成です。このとろみ具合は冷めるとね、もうちょっととろっとするので、ちょっとゆるいかなぐらいに仕上げていただくといいかなと思います。そしたらこちらはこのまま冷ましておきます。それでは続いてスコーン生地を作っていきます。まずはじめにこちらのバターを溶かしバターにします。電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、20秒加熱しました。このようにバターがしっかり溶ければ OK です。もし20秒で溶けない場合はプラス10秒ほど加熱してみてください。それでは続いてボウルの中にホットケーキミックスを加えます。続いてここにヨーグルトです。あとはバターも一緒に入れましょう。このように全部入れたら、あとはゴムベラで混ぜていきます。最初はね、結構パサパサしてるんですが、だんだんね、ひとまとまりになってきます。こ
こんな感じでね、だんだんひとまとまりになってきました。そしたら生地をこうやって押さえつけるようにひとまとめにしていきます。はい、このようにひとまとまりになれば OK です。もしゴムベラでやりにくい時は手でしっかりと全体を混ぜていただいても大丈夫です。生地の硬さの目安なんですが、指で触っても指につかないぐらいです。もしこの時生地が緩い時は少しホットケーキミックスを足してみてください。逆に生地がパサパサしてひとまとまりにならない場合はヨーグルトをほんの少しずつ加えて硬さを調整してください。それではこちら今から形作っていきます。それではまな板の上にラップを敷いて、そして生地を出してください。生地をね少し伸ばします。厚みがだいたい2センチから3センチぐらいになるように伸ばします。そしたらですね、今回はこちらの丸いセルクルで型抜きしていきます。こちらない場合はココットの縁とかを使っていただいても OK です。大きさはいろいろあるのでお好みの大きさでやってみてください。今回はね4センチのセルクルでくり抜いていきます。ではくり抜きます。はい、こんな感じ。はい、でこのように今3つくり抜いて、もうくり抜く場所がないので、この余った生地をもう一度重ねてひとまとめにします。ひとまとめにしたらまた同じぐらいの厚みにして、そしてまたくり抜いていきます。これをね生地がなくなるまで行ってください。はい、このようにくり抜きました。今回はですね6つ分と、あとは少し余ったのでこちらも丸めて一緒に焼いていきます。こちらの個数に関しましては目安にしてみてください。今回はね丸にしたんですけれども、三角形にしたい場合はまず丸く生地をまとめて、厚みをですねだいたい2センチから3センチぐらいにして、あとはね包丁で三角になるように切ってみてください。それではね天板の上にクッキングシートを敷いて、その上に生地を置いて、こちらをですね180度に予熱したオーブンで15分から20分焼いていきます。はい、こんな感じで美味しそうに焼き上がりました。ふっくらとした仕上がりになってます。はい、これでヨーグルトスコーンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように外はザクザクで中はふわっとした仕上がりになってます。そしてこちらが手作りで作ったジャムと、あとはヨーグルトを添えてます。お好みでつけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。外がサクサクで中がふわっとしててすごく美味しいです。美味しい。甘さもちょうどいいですね。そしたらねこちらのジャムをのせていただきたいと思います。それではいただきます。ジャムも果肉がゴロッとしててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のヨーグルトスコーンのポイントです。まずヨーグルトなんですが、無糖タイプのヨーグルトを使うようにしてください。そしてヨーグルトに関しましては水切りはせずに使うようにしてください。そして生地を作る時のポイントです。生地はですね全部一度にボウルに入れて、そして混ぜていくんですけれども、なかなかね生地がまとまらない時は少しずつヨーグルトを加えて生地の硬さを調整してみてください。ヨーグルトの水分量によって多少生地の硬さが変わる場合があります。なので動画の生地の硬さを参考にやってみてください。逆にですね緩くなりすぎてしまった場合はほんの少しずつホットケーキミックスを加えて調整していただけたらと思います。そしてその後ですね生地がまとまったらだいたい厚みを2センチぐらいにしていただいて、その後はお好みの形にしてみてください。今回私は直径4センチのセルクルを使いました。こちらない場合はコップとかココットを使ってくり抜いていただいてもいいですし、あとはね包丁で切って三角にしていただくのもいいかなと思います。そして焼き時間なんですけれども、今回は180度のオーブンで15分焼きました。焼き時間に関しましては最低15分焼いて、その後は焼き色を見てちょうどいいぐらいになったら取り出してください。そして今回はいちごジャムも一緒に作りました。こちらは冷凍いちごで簡単に作れるので、ぜひね合わせて作ってみてください。こちらのいちごジャムなんですが、冷めるともったりしてくるので少し緩いぐらいで仕上げていただくとちょうどよくなると思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はヨーグルトスコーンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。
ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。